2026年3月23日の深夜、ニューヨークのラガーディア空港が突然封鎖されたのだ。カナダ急行便が地上作業車両に衝突。 FAA は緊急グラウンドストップを発令した。でも今日僕が本当に伝えたいのはその事故だけじゃないのだ。この事故の48時間後に何が起きるか、それが日本に住む僕たちの生活を直撃するのだ。ずんだもん先輩、空港の事故と日本の生活ってどうつながるんですか？距離的にも全然違う話に聞こえるんですが。それがつながっているのだ。今日のラガーディア事故、そしてトランプが突きつけた48時間以内にホルムズ海峡を開放しろという最後通帳。これは全部一つの連鎖の中にあるのだ。順番に解き明かしていくのだ。まずはラガーディアで何が起きたか事実を確認するのだ。チャンネルニュースアジアの報道によると、カナダ急行便が着陸後に地上走行中、空港内の地上作業車両に接触した。 FAA は直ちにラガーディア空港への全便に対してグラウンドストップ、つまり離着陸の全面禁止を発令し、現地時間の午後に会場延長の可能性も示唆したのだ。ニューヨークの空港が封鎖されたとなると、乗客だけじゃなくて航空業界全体への影響が心配ですよね。でも先輩、これって珍しいことなんですか？実はここ最近、アメリカの空港での事故が増えているのだ。2025年のワシントン DC でのアメリカン航空機と軍用ヘリの衝突、ラスベガスでの機体火災、背景には航空機の増便ラッシュと地上スタッフの人手不足という構造問題があるのだ。コロナ後の急速な需要回復に人員補充が追いつかない状態なのだ。ラガーディア空港というのはニューヨークの3つの主要空港の中でも特に過密なのだ。滑走路が短くコンパクトな設計のため、地上作業車両と機体が近距離で動き回るさながら大きな駐車場に車が多すぎて接触事故が起きやすい状態というのが今の米国主要空港の実情なのだ。なるほど、空港の構造自体がリスクを抱えているんですね。でも先輩、それならなぜ今日の話はホルムズ海峡とつながるんですか？そっちの方がむしろ気になってきました。ここからが今日の核心なのだ。ホルムズ海峡とは、ペルシャ湾と外洋を結ぶ幅わずか約56キロの世界の喉元なのだ。世界で取引される原油の約2割がここを通過する。日本に輸入される原油の実に9割超がこの海峡を通るのだ。ここが封鎖されたら、日本のエネルギー供給は文字通りストップするのだ。そして2026年3月21日、トランプ大統領は突然こう言ったのだ。イランよ、48時間以内にホルムズ海峡を完全に開放しなければ、エネルギーインフラを攻撃する。と、ストレーツ、タイムズの報道によると、これはトランプがイランへ突きつけた最後通帳なのだ。48時間って、それもほぼ今じゃないですか。で、イランはなんて答えたんですか？イランの革命防衛隊が出した声明がこれだ。電力インフラを攻撃するなら、こちらもイスラエルの発電所とアメリカ軍基地に電力を供給する発電所を攻撃する。つまり、目には目を、電力には電力を、という完全な報復宣言なのだ。ストレーツ、タイムズはこれを確認報道している。さらに深掘りするのだ。なぜトランプはこの時期に動いたのか。RFI の報道によると、アメリカ国内でガソリン価格が過去1ヶ月で 30% 以上も急騰しているのだ。アトランタの市民がこう言っている。先月は40ドルで満タンだったのに今日は71ドルかかった。と、生活費の高騰でトランプへの支持率が崩れ始め、焦った大統領が強硬手段に出たのだ。ここで少し整理するのだ。このトランプの動きを例え話で言うと、商店街の大家がテナント料を上げるな、と言われた怒りで、近くのガス管のバルブを閉めると脅しているようなものなのだ。でも、そのガス管は商店街全体どころか隣町まで通じているのだ。その、隣町が日本ってことですよね。でも先輩、トランプって、物価を下げるって公約してた大統領じゃないですか。イランを刺激して原油を上げたら、逆に矛盾してませんか？鋭いのだ。これがまさに構造的矛盾なのだ。トランプは物価を下げると言いながら、関税政策でエネルギーコストを押し上げ、イランへの制裁強化でさらに原油を高騰させている。RFI が報じているように、アメリカ市民の食料品バスケットはこの3年で45ドルから90ドルに倍増した。トランプの支持層ほど生活を直撃されているという皮肉な構造なのだ。ここで重要な分析軸を押さえるのだ。BBC や CNN はトランプの強硬外交として報じているが、RFI は全く別の角度で報じているのだ。これはトランプの国内向け、ガス代が上がったのはイランのせいだという責任転嫁の演出だという分析なのだ。僕は RFI の見立ての方が実態に近いと思っているのだ。
ここまででなぜこの状況が生まれたかは見えてきたのだ。でもここからが本番なのだ。ホルムズ海峡が本当に封鎖されたら、日本人の財布にいくらの穴が開くのか、そして航空業界への連鎖はどう起きるのか、具体的な数字で見ていくのだ。少し整理するのだ。ここまでのポイントは3つなのだ。1つ、ラガーディア空港の封鎖は米国航空業界の人員不足という構造問題の象徴。2つ、トランプはイランに48時間の最後通帳を突きつけた。3つ、その背景には米国内のガソリン価格が1ヶ月で 30% 超急騰した国内政治の圧力がある。なのだ。では日本への影響を試算するのだ。現在の原油価格はすでに高止まりしている。ここにホルムズ封鎖の不確実性プレミアムが乗ると、原油価格は1バレルあたり20から30ドルの追加上昇が起きうると複数のエネルギーアナリストが予測しているのだ。これをガソリン代に換算すると、レギュラー1リットルが15円から20円さらに上昇するのだ。車を月に50リットル使う標準的な日本の家庭で計算するのだ。1リットル20円上昇で月1000円。年間1万2000円の追加出費なのだ。車社会の地方、例えば北海道や九州では月100リットル使う家庭も珍しくないから、その場合は年間2万4000円の負担増になるのだ。これが中東の紛争が家計を直撃するという意味なのだ。年2万4000円。それって結構な額ですよね。しかも今の円安がそこに乗っかってきたら、さらに悪化しませんか？私、正直だんだん怖くなってきました。円安効果はやばいのだ。現在の円相場水準を前提にすると、ドル建て原油価格の上昇分は円に換算するとさらに 1.5 倍近くに膨らむのだ。さらに日本の航空会社への影響も深刻なのだ。ANA や JAL のジェット燃料コストは年間数千億円規模。燃油サーチャージが跳ね上がり、国際線往復1人当たり数万円単位の追加費用が発生しうるのだ。そしてラガーディアの事故に話を戻すのだ。アメリカの航空業界はすでにコスト高、人員不足でギリギリの運営をしているのだ。ここに原油高騰が重なると、小規模なリージョナル航空会社やカナダ急行のような地域路線を担うキャリアから経営危機が連鎖しうるのだ。2008年のリーマンショック後に複数のアメリカ地域航空会社が倒産した構図と、僕は今の状況が非常に似ていると思っているのだ。ちょっと待ってください先輩。僕が思うに、この状況ってトランプが自分の首を絞めてるんじゃないですか？物価を下げるって言って大統領になったのに、イランを刺激して原油を上げたら自業自得ですよね。もしかして、トランプ本人も引くに引けなくなってんのかなって思って。冒頭に戻るのだ。ラガーディア空港の封鎖とホルムズ海峡の48時間最後通帳。一見無関係なこの2つはどちらもコスト削減の限界まで追い込まれたアメリカの症状なのだ。空港は人員不足で事故を起こし、大統領は支持率低下の焦りで無謀な外交カードを切る。これが2026年春の世界の実態なのだ。では今後のシナリオを考えるのだ。シナリオ A は外交的解決。イランがある程度の妥協を見せ、ホルムズの緊張が一時的に低下する。この場合、原油価格は現状維持か小幅下落。日本のガソリン代への影響は限定的なのだ。シナリオ B は軍事衝突。トランプがイランのエネルギーインフラを攻撃。イランがホルムズを封鎖で報復する。この場合、原油は1バレル150ドルを超える可能性があり、日本の全産業コストが一斉に跳ね上がるのだ。僕の個人的な見立てを率直に言うのだ。トランプの48時間最後通帳は半分ブラフで半分本気だと思っているのだ。彼の政治的生命線は国内物価の安定で、軍事衝突で原油がさらに高騰すれば自分の首を絞める。だからシナリオ B の確率は今のところ30から 40%。でもゼロではないというのが僕の見立てなのだ。この30から 40% という数字、みんなはどう感じるのだ？コメントで危ないか大丈夫かだけでいいから教えてほしいのだ。先輩、3ヶ月後にはどうなってると思いますか？私、このチャンネルで答え合わせしたいです。それと、今の私たちに何かできることってありますか？ただ不安になるだけじゃなくて。3ヶ月後の予測を言うのだ。4月中は緊張継続。5月に何らかの外交接触。6月に一時的な緩和。これが最も蓋然性の高いシナリオなのだ。今
今できることは3つあるのだ。1つ、変動金利のローンを抱えている人は固定への切り替えを検討するのだ。2つ、海外旅行を計画している人は燃油サーチャージ込みの総額で比較購入するのだ。3つ、国内のエネルギー価格動向に目を光らせるのだ。これが僕からの提案なのだ。今日の動画をまとめるのだ。ラガーディア空港事故は米国航空業界の疲弊の象徴で、そのバックグラウンドにはホルムズ海峡をめぐるトランプ対イランの緊張がある。日本人にとっての最悪シナリオはガソリン年間2万4000円増、航空サーチャージ充当なのだ。コメントで、危ないか、大丈夫か教えてほしいのだ。そしてチャンネル登録と通知オンをしてくれると、3ヶ月後の答え合わせ動画を見逃さずに済むのだ。次回は、イスラエルがリマダ周辺を攻撃されて何が変わるのか、を深掘りするのだ。見てくれてありがとうなのだ。